えーっと、私はママシ教会で5年間ですね、奉仕をしていて、そして開拓伝道に移ったんですね。で、その時にですね、ちょっと祈ったんですね。これからどうすべきですか。もういろいろ選択肢があるわけで、ママシ教会にそのままいるとか、あるいは教団に入るとか、あるいは完全な開拓をするとかね、そうお祈りしたんですね。で、そうした時にですね、お祈りの前に言葉が来たんですね。2つ来て、1つは何かというとね、眠っている者よ起きよ、自分の足で立ちなさいってね、頭きましたね。この立派な献身的な大先生に向かってですね、眠っている者を目を覚ますとは何事かと、そういうような状況だったんですね。でそれでお祈りをした時に何かって言いますとですね、完全開拓できなさいと、こういうふうに示されたんですね、具体的にですね。ただその時非常に興味深いなと思ったのは、何が興味深いのかというとですね、新井先生ってものすごい人気あるんですよね。そうするとね、ママシにいるとね、新井先生の説教の時と私の説教の時は人数がだいぶ違うんですね。10人、20人違う。著名な芸能人も来る時にですね、説教者は誰かって聞いてくるんですよね。で私っていうと来ない。そういうような状況だったんですが、興味深かったのはですね、5年目はですね、5分だったんですね。そしてね、使わされていくという、そういうような状況だったんですね。それで、使わされていくときにですね、要するに、人がいるかどうかわかんないわけで、快諾だから。それから、教団に入ってるわけじゃないから、バックはないと。で、結局で何かというと、200万円弱の預金はありましたので、200万弱の預金でですね、2年間で自立するっていう、こういう形を想定したんですね。ともかくこれでいくと。ただし、経済的にはどうなるかわからない状況だったんですね。で、その時に、こういうことが起こったんですね。馬橋教会が1年間ね、5万円献金してくださるということだった。個人的に献金してくださる人もいて、大体6万円ぐらい来てたんですね。だからそれがこちら側の収入になると。こういうような形だったんですね。それとともにですね、某会社の社長さんがですね、私のところに来たんですね。それで開拓やるだろうから経済的に大変だろうってこう言ってきたんですね。それで会社の利益がですね、1ヶ月300万円ぐらいになると。それでそのうちの10分の1をですね、あなたの教会に捧げたいと。助かった。これで教会が潰れなくて済んだ。私ね、ほっとしたんですね。これでなんとかなったと。経済がアウトになって潰れずに済んだっていうことですよね。それでね、人数どのぐらい来るか分かんなかったんだけど、教会始めたんですね。最初に20人。それからどんどん減って18、16、16、14ってなっていきましたね。でその辺で落ち着いたんですね。そしたらね、会社の社長さん来ないんですよ。献金どころかね、礼拝に来ない。でね、私ね、ちょっと電話かけなくなっちゃった。もうね、だって30万円って、これは確かなことですとかなんか言うから、頼ってるわけですよ、こっちの方ね。そしてね、もう聞きたくなったんだよ。30万円どうしましたって。でもね、そんなはしたないこと聞けないじゃないですか。そしてね、結局どうなったのかっていうとね、結局来ない。そしたらね、言わないでくれよ。言うから頼っちゃった。そして大変な思いになってきたんですよね。そしたらね、主が言われるんですよね。
何かっていうとね、経済的に締めるために、自分家はアパートで行こうと思ったんですね。2階を買いなさいって言うんですよ。そうすると、お金出さないといけないでしょ。そうそう、2年間で自立するどころじゃなくて、もっと早く干上がっちゃうと。そしたら神様が言われるんですね。岡丸牧師が来て言うんですね。この教会に導かれてると。で、フルサポートでこの教会に導かれてるみたいなことを言うわけですよ。そうするとね、給料払わないといけないでしょ。私一人分じゃなくて。そうすると10万、10万だとすると20万でしょ。でそれだけでもですね、一気にお金なくなるじゃないですか。で、主に聞いたらね、払いって言うから、でそういうことになったのですよね。そしたらですね、主が言うんですよ。なんて言うのかっていうとね、信仰予算を立てなさいって言うんですよ。それで実際上その当時20万ちょっと30万ぐらいに献金が来てたんですね。それが一つ土台になったんですね。そしたらね、50万円献金が来るっていう信仰予算を立てなさいっていう。で、50万円信仰予算立てたんですね。そしたらね、主が言われたんですね。なんて言われたのかな。そのうちの10分の1を他教会に献金しなさいって。だって200万弱しかなくて、2、30万しか献金がなくて、そして支出はもうはるかに超えちゃうでしょ。で、他教会の90までやれって言うんだから、頭きましたね。絶対数ヶ月でね、この教会は潰れると思いましたね。いや本当に思ったんですね。でもね、どうせだったら潰れるまでやってやろうと思ってですね、やったんですよね。だからこの教会ね、初めからね、他教会救助してんだ。そしたら今に至るまで足りないことなかったんだ。いやびっくりいたしましたね。で、皆さんね、経済的なことに対する神様の約束っていうのは聖書にね、散りばめられています。そしてね、それにしっかりと立つときに、まさにそのように主は働かれます。ですからね、どうぞ皆さんね、神様に期待しつつね、そしてね、神の言葉に立ちつつ対応なされるときに、奇跡を見るということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。